EV ライフへようこそ、てるです。今回の動画では私が乗っている BYD Atto3、中国の電気自動車メーカーが日本に初めて投入したこちらの車種、そしてその車が搭載している駆動用バッテリー、つまりそのタイヤを回転させ走行させるために利用するバッテリーの劣化率をこの度調べてみたので、皆様に共有したいと思います。 EV ライフへようこそ。私が共有する Atto3 ですが、納車から約1年と1ヶ月経過しまして、その走行距離は1万1000キロとなっています。1ヶ月あたり、1000キロ弱走っていることになりますので、標準的な走行ペースだと思います。ざっくり1年、そして1万キロ走ったこのタイミングでの劣化率を知ることで、今後5年10年と乗っていった時のバッテリー劣化の予測にも役立ちますし、BYD の車を購入している方の、検討材料にもなるかと思い、今回計測しております。では早速、結論から発表しますと、私の Atto3 の駆動用バッテリーの劣化率は 1% 未満です。はい、これを言い換えるとですね、バッテリー製造時、車が納車された時ですね、ほぼほぼ車が納車された時のバッテリー健全度を 100% とした場合、現在のバッテリーは 99% 以上の性能を維持しているということになります。この数字は12ヶ月点検の時に BYD の正規ディーラーの整備士の方から、聞いた数字になります。また私自身も OBD2 という診断機を使って計測したところ同様の数値が出てきましたので、このバッテリーの健全度 99% 以上というのは間違いありません。どうでしょうか。この劣化率を聞いた皆さんの中にも驚いた方がいらっしゃるかと思います。電気自動車といえばバッテリーがすぐに劣化してしまって、航続距離が短くなってしまうとか、そんなイメージを持っている方も多いと思います。確かに10年ほど前に販売されていた某電気自動車は、バッテリーの劣化が大きいというのは事実としてありました。しかしですね、時が10年も経てば当然バッテリーそのものの性能であったりとか、そのマネジメント技術も進化しています。今回の計測対象である BYD のバッテリーは、リン酸鉄系のリチウムイオンバッテリーというもので、リン酸鉄というワードからも読み取れますが、リチウム、鉄、リン、その3つを主成分としていて、その頭文字を取って LFP 電池と言われています。この LFP 電池の特徴として、長寿命、高い安全性、そして低コスト、この3つが挙げられます。最近ではこの LFP を採用したポータブル蓄電池も、よく見かけるようになりましたね。そういった蓄電池の、いずれの商品もですね、長寿命をアピールポイントとしていることからも、その寿命の長さが伺えると思います。そしてもう一つ、電池の寿命を左右する要素として、バッテリーの温度管理があります。我々人間に快適だな、過ごしやすいなと思える温度があるようにですね、バッテリーにもその性能を発揮したり、劣化を抑えられる最適な温度というのがありまして、BYD の車もしっかりとその熱管理を行っているため、今回のような低い劣化率を実現できていると思われます。ちなみにバッテリーの温度管理は最近の EV ではやって当たり前になってますので、これから EV を購入しようとしている方は、先ほど例に挙げた某 EV の現行版も含めてですね、バッテリーの劣化を心配する必要はほとんどないと言えます。これはもう最近、新車で購入できる EV に関してはほとんど共通して、どのメーカーにも共通して言えることですね。で、話を元に戻しますが、先ほど1万キロ走行して劣化が 1% 未満という結果が出ました。ここでは仮に 1% の劣化があったとしましょう。であればですよ、車を10万キロ走らせたとしても、90% の容量を保持することになりますね。その10万キロ走行時点で。繰り返しにはなりますが、これだけ長持ちするならもう EV バッテリーの劣化を心配する必要はありませんよね。中古車サイト等を見てみると、EV の販売価格がやけに低いという光景をよく目にします。それはつまり下取り価格とか、リセールが悪いということを意味していますが、そのリセールの悪さの一因として、やっぱり購入する側がですね、抱くバッテリー劣化に対する不安が多かれ少なかれあると思います。ですから、このバッテリーはもはや劣化しないという事実がですね、もっと世の中に広まって、その価値が見直せたらいいなと私は思います。
最後までご視聴いただきありがとうございます。今回かなり久しぶりの動画更新となりました。ありがたいことにですね、もう5ヶ月くらい長い間更新してなかったのにもかかわらずですね、チャンネルの登録者数が徐々に増えてまして、新しい動画の登場を楽しみにしている方がもしいらっしゃいましたら、大変お待たせしましたというところで、そうですね、私自身も EV に乗って、1年が過ぎて、今回12ヶ月点検もしたので、これからまた、動画の更新もちろん継続してやっていきたいなとは思っているんですけども、YouTube 以外のところでですね、私の仕事が今忙しいっていうのと、子育てに全力で取り組んでいるので、どうしてもちょっとYouTube の更新優先度が低くなっています。この YouTube チャンネルもですね、副業的に稼ぎたいとか、そういったことを目的としてるわけではなくてですね、このチャンネルの、作ったきっかけとして、電気自動車の情報をネットで収集していると、嘘の情報が、フェイクニュースとか、嘘の情報が、すごくはびこってるんですよね。そういった現状はどうかと思って、この自分のチャンネルを作って、新しくて正しい情報を広めたいと、そういう目的でこのチャンネルを作っています。なので毎日更新とか週に数回の更新とかはなかなかちょっと実現が難しいんですけども、そのチャンネル開設当初抱いていた正しい情報を広めるという活動は今後も地道にやっていこうかと思いますので、そういった情報を仕入れたい方は、ぜひ、チャンネル登録と、いいねの方よろしくお願いします。ということで、この動画は以上にしたいと思います。また、今回の SOH の計測方法とかですね、また別の動画で紹介したいなと思っていますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。ではまた。このチャンネルでは EV 初心者や EV への理解を検討している人に向けて情報発信や解説をするのだ。よかったらチャンネル登録をしてもらえると嬉しいのだ。